Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。皆さんはアニメだけで日本語がペラペラになると思いますか？いや、無理だよって思っているみんな。俺も無理だと思う。おいひとき、信じてたのに。そこはアニメでペラペラになるっていうところでしょ。いや待って、正直になろう。アニメだけで日本語がペラペラには絶対ならないよ。もちろん、可愛いとか、美味しいとか、そういう短い言葉を覚えることはできると思うよ。でも例えば、昨日学校でこの問題は難しいって先生が言ってたってクラスメートが言ってたよ。っていうフレーズを聞いただけで理解できるようになる？まあできるかもしれない。300年後に。アインシュタインでも無理じゃない？だってこういう僕も昔聞くだけで英語が話せるようになるっていう CD を買ったことがあるんだけど、もう全然話せるようにならなかった。でもちょっと待って。安心してください。今日はちゃんとアニメで日本語を勉強する方法を考えてきたので、落ち着いてください。今日はそれを説明したいと思います。アニメだけで勉強した時の大きな問題は3つあると思う。1つ目は簡単な単語は覚えられるけど文章は覚えにくい。やっぱり文法を勉強したことないのに聞いてもなかなか耳には入らないですよね。2つ目はアニメには普段使わない言葉がたくさん入っている。僕が昔会った人の中には、わしの名はマイクでござる。貴様は？貴様っていう言葉は今の時代ではものすごく見下している人にしか使わないの。さすがに僕もなんて答えていいかわかんなかったから、なんか、っていう反応しちゃったよね。3つ目は話す練習ができない。僕の知り合いでもインプットはたくさんしているけどアウトプットしたことが全然なくて、なんか誰かがその人にねえねえあの子のことが好きなの？って聞いた時に普通なら違うよって答えるんですけど、その人はおいぐらちげえんだよって言ってて、どういうテンションでどういう言葉を使っていいかがわかんなかったみたい。だからアニメから日本語を勉強するときはこの3つをカバーする必要があります。おすすめは最初は教科書の一番下のレベル、だいたい N5 とか、N4 くらいの文法を自分で勉強する。もうアニメもその間ももちろん見ていいですよ。アニメは僕たちのエネルギーは僕たちの命。見るアニメも別に簡単なものを選ぶ必要はないと思います。だって日本語の勉強のためにわざわざ見たくないアニメを見るのは絶対辛いし、勉強続かないでしょ。いいアニメからいいエネルギーをもらってモチベーションを作る方がいいんじゃない？文法以外に単語も N5 くらいの単語は勉強するけど、その時同時に見ているアニメに出てきた覚えたい単語、覚えたいフレーズを勉強するのはすごくいい。そして単語はそのまま覚えて、フレーズは知らない文法があったら調べてみる。その時もしかすると勉強したことないすごく難しい文法があるかもしれない。でもここで一番ポイントなのは、そのフレーズを自分の知っている文法、もしくは簡単な文法で言えないかなって考えることです。そうすれば無限にあるフレーズを毎回覚えるんじゃなくて、自分の中にあるものからどう言えるかなって考えられるので、すごく成長します。だから自分の持っている文法や単語を使って表現しようとしてみて、それじゃダメな時に新しくて、そして簡単な文法を勉強する。そういう風にして自分の持っているものを少しずつ大きくするのが一番いいです。僕より全然英語が上手な友達が言ってたんですけど、英語を話すことはできるけど、映画やテレビを全部理解することはすごく難しいって言っていました。だからアニメから好きなフレーズを取ったら、それをそのまま覚えるといっぱいあるから、自分の言葉で出そうとしてみる。自分の知っているもので表そうとしてみることが大切です。じゃないと成長を感じられなくて絶対に勉強が続かないと思います。少し話がそれますけど、勉強をやめてしまう一番の理由は何だと思いますか？忙しいから？勉強が難しいから？どれも違います。それは
モチベーションがなくなってしまうからです。僕も今日本語のオンラインスクールを作っていますけど、そこでもやっぱりモチベーションをすごく大切にしています。多くの日本語学校は日本語を教えることにフォーカスしているんですけど、そもそも人って生き物だよねっていうところまでフォーカスしてないんですよ。どういう時に人は記憶するのか、どうやってモチベーションを保って勉強を続けるのかを考えることがすごく大切です。やっぱり一番大切なのはモチベーションで、それを感じる時っていうのは自分が実際に日本語を話せるようになっている時、成長を感じる時です。だから実際に使わないけど教科書通りに教えるっていうことはやめて、必要なものを必要なタイミングで教えるのが成長も感じられてモチベーションも上がってベストだと思っています。話を戻すと、勉強のためにつまらないアニメを見るなら見たいアニメを見てそこから勉強する方が絶対にいいです。さっき言ったみたいな方法で文法を学んでいくことでアニメからもしっかりと勉強することができます。もしアニメでしか言わない言葉が出てきたとしても、そのまま覚えるんじゃなくて自分の言葉で言い直すだけなので、変なアニメの言葉を使うこともなくなります。あとは話す練習ができないっていう問題だけど、本当だったら僕のオンラインスクールがおすすめって言いたいけど、来年の4月からだし、ちょっとクオリティを保つために、1クラス6人くらいで、他の学校みたいに20人とか30人とか入れることはできないから、トータルの生徒数ももう応募が来ているよりも多くなっちゃっているから、だから今はネットで日本語の先生を探すのがいいと思う。最初から言語交換はちょっとハードル高いかもしれないし、日本語の先生は教えるプロだから、やっぱり最初は先生がいいかなって思う。ちなみに今作ってるオンラインスクールも別に生徒とか関係なく、今見ているみんなが使える日本語の、無料のものも考えているから楽しみにしててね。この前コミュニティで何かしてほしいことがあったら教えてくださいって言った時に、無料のものも欲しいって言ってたから、ちょっと今いろいろ方法を考えているけど、みんなが喜べるものを今作っているから、楽しみにしててね。あとは、もう本当にお金が全くないっていう人は、僕が英語を勉強していた時みたいに、自分で言葉を話して練習するっていう動画を、ここに作ったから、ぜひこの動画を見てください。動画のリンクは説明欄に置いておきます。僕もそうだけど、アニメを見てパワーをもらったり、ワクワクしたりする国、それが日本。そして美味しい食べ物や興味深い文化がある国、日本。ぜひ皆さんが日本語を話せるようになって、より深い日本を自分で冒険するようになることを願っています。皆さん、ありがとうございました。